家なしです。冒険家エリオットの千年物語が合わなかったので感想を共有します。まずは本作の概要。本作はドット絵と 3DCG を融合した HD2D シリーズでは初となる完全新作アクション RPG です。2026年6月18日発売。開発はクレイテックワークスとスクエアエニックスの浅野さんチーム。クレイテックワークスの過去作はブレイブリーデフォルト2。スクエニ浅野さんチームの代表作はブレイブリーデフォルトシリーズ。あと HD2D の走りでもあるオクトパストラベラーシリーズ。あとトライアングルストラテジー、ライブアライブのリメイクあたり。私は浅野さんチームの作品が好きで、今挙げた作品はオクトラゼロを除き前作プレイ済みです。あらすじとしては、プレイヤーは冒険家エリオットになってヒューザー王国のヒューリア姫にかかった呪いを解くため、相棒の妖精フェイと共に時の扉を通じて過去の時代、再建の時代、魔法の時代、邦画の時代を行き来するというあらすじです。戦闘はオーソドックスな見下ろし視点のアクション RPG で、私が過去プレイしたもので言うと、ゼルダの伝説、知恵の借り物や聖剣伝説2、3、あと新約聖剣伝説に近い剣とか槍とか爆弾みたいな武器を最大2種類まで装備して戦います。あとは妖精フェイが炎を使えたりとか、主人公の分身になって一緒に攻撃するとか特殊アクションがあるので同時に操作して戦う感じ。ちょっと目新しいのが、全滅しても妖精に金を払うとその場で全回復できるところ。全滅するたびに蘇生に必要な金の量が増えていって、ファストトラベルポイントにつくと必要な金の量がリセットされるシステムです。対応ハードはスイッチ2、PS5、Xbox、Windows、Steam。価格はスイッチ2版で7480円。私はスイッチ2版を難易度ノーマルでプレイしました。いつも通り寄り道ほぼなしで本編一直線、新エンドクリア済み。クリア時間は15時間ちょっと。概要は以上です。続いて良かった点と合わなかった点を3点ずつ挙げます。まず良かった点。成長システムは素直に良かったです。どういうシステムかっていうと、まずレベルの概念がなくて、ゼルダみたくハートのかけらを集めて最大 HP については増やしていきます。あと世界中に散らばるよりハイグレードの武器に置き換えて攻撃力を上げていく。で、それとファイナルファンタジー9の魔石システムみたいなのがあって、魔石を装備すればするほど武器にいろんな効果をトッピングできます。各魔石には装備コストがあって、装備可能なコストには上限があるので、好きなやつを選んで装備していく感じ。魔石はどうやって手に入れるのかっていうと、宝箱から直接ドロップする時もあるんですけど、メインは魔石のかけらを集めて街でガチャを回して魔石を手に入れる。で、魔石には星1から星5までレアリティが分けられていて、ガチャを回すとそれぞれのレアリティの魔石が確率で排出される。で、ガチャレベルみたいなのがあって、回せば回すほどガチャレベルが上がって、で、高レアリティの魔石の排出率が上がる感じ。なので定点で敵をちまちま倒してレベルを上げて強化させるっていうよりは、あくまで探索を通じてハートのかけらなり武器なり魔石が集まって、で、結果そっちのが強化により素早く直結するっていうのはゲームの趣旨に合ってると思いました。趣旨に合ってるっていうのは言い忘れたんですけど、このゲーム結構探索要素が強めで、例えばゼルダのティアキンみたく祠的なのがちょいちょい点在してて、そこで試練にクリアするとハートのかけらが手に入ったり魔石のかけらが手に入ったりするし、あとは4つの時代それぞれに同じ火山があって、ある1つの時代ではメインクエの一環でその火山に行くんですけど、他の時代では火山探索がサブ要素になってるとか、そんな感じです。私は目についたやつは夜ぐらいだったので15時間そこらでクリアしちゃったんですが、がっつり探索もやろうとすると20時間とか30時間とか、もう少し遊び応えは出てくるはずです。というわけで一本道ではなく探索要素が強めなので、なら探索を通じて強くなるレベリングシステムは合ってるよなって思いました。あとシンプルに魔石のガチャ面白かったです。最序盤とかで排出率 1% 以下の星3の魔石とかが出るとちょっとテンション上がりますし、確率表記までされてるからレアなこと起こった感も伝わってなお興奮できました。本作高レアの魔石だからってぶっ壊れってわけではないんですけど、シンプルにガチャっていうシステムは手軽に面白さ摂取できるんだなって改めて実感しました。あと本作ってぶっちゃけどの武器でもどんな魔石でもどうにでもなっちゃう感じがして、創意工夫する余地の薄さが一部で批判されてるんですけど、なんかそこはゲームの方針次第な気がしていて、これはこれで自分の好きな武器、好きな魔石で戦える器の広さでもあると思うので、世界中の迷宮みたいなパズルゲーも一つの方針、こういうライトな感じも一つの方針で、どっちがいいとか悪いとかではないんじゃないかなと個人的には思いました。最後少し脱線しましたが、良かった点1点目は以上です。2つ目、丁寧。浅野さんチーム作品はみんなそうなんですが、とにかく作りは丁寧です。BGM とか効果音とかジャストガード決めた時のエフェクトとか、魔石装備にお任せ装備があったり、妖精が使うアクションワンボタンで切り替えるオプションがあったり、ファストトラベルした時のトランジションが妖精を仲間にした以降は変わったり、あとジャンプの感性調整されたのかな。去年の東京ゲームショウで私有した時よりストレスなく操作できた気がしました。ちょいちょいフリーズ報告聞きますが、私は一度もフリーズしませんでした。もちろん不便なところもあって、例えばダンジョン内からダンジョン外に一発でファストトラベルできない点、一回ダンジョン内の入り口にファストトラベルして、で手動で外に出てからもう一回ファストトラベルする必要があります。あと不便なのが、次の目的地が右下のミニマップになぜか表示されない場合があって、でその場合一回マップを開いて目的地を確認しなきゃいけない。ただマップを開こうにもダンジョン内だとダンジョン内のマップしか開けないから、例えば城内にいて次のアクションが酒場で情報収集しようだった時に、その場で次の目的地を認識できず、一回
回城から外に出て、でマップを開いて酒場の場所を認識しなきゃいけない。目的地確認移動っていう普通の流れじゃなくて、移動目的地確認移動っていうイレギュラーな流れを強いるのが地味にストレスです。建物の内部外部介してファストトラベルもマップの閲覧もできない。かつ目的地が右下ミニマップに表示されない場合がある。この二重苦でそういう不便が生まれてる印象ですが、個人的に感じた不便さはそれぐらいで、チームとしてはアクション RPG 初めてのはずなのに手堅く作ってるなという印象でした。で、最後良かった点、スタッフが多分猫派。ストーリー上も猫が関わってくるし、本作はドラクエの不思議なメダルみたいなノリで猫集めがあるんですが、集めた猫に応じてもらえるアイテムを表示する画面のデザインがやたら凝ってるし、猫の鳴き声を声優にやらせるな委員会としてはそこだけちょっと不満なんですが、私は猫が好きなんでコレクター要素が猫っていうのは癒されました。探索を後押しするレベリングシステム、丁寧、猫派。良かった点3点は以上です。で、ここからは合わなかった点3点。まず1点目、丁寧なんですけどコスト圧力を強く感じました。例えば各ダンジョンの最深部でボスと戦うんですが、最初のボスと2つ目のボスが同じガーディアンだった時点で、このゲームの全体的な予算感を察して、察しってなりました。もちろん武器は持ち替えてるし、武器ごとの攻撃モーションはあるし、ギミックも違うんですけど、そうは言ってもやっぱあるじゃん、ワクワク感の違い。で、このガーディアンめっちゃ出てくるんですよね。武器違いはもちろん、それらのガーディアンが2体同時に出てきたり、3体同時に出てきたり、あとは割と重要な局面でお前に試練を与える的なこと言われた後にガーディアンがアサインされたり、そもそもそんなボス必要だったんかなっていうのと、置くんだったらせめて、あんま最序盤からいきなり似た敵を出すよりは、中盤あたりで色違いにして出すとかの方がまだマシだったかなと。コスト圧力を感じた別の例で言うと、同じタイムトラベルものであるクロノトリガーで言うと、いくつかの時代がある中でも各時代の雰囲気ってまるで違うじゃないですか。原始と現代と未来で。それはフィールドとか建造物の雰囲気だったり、そこに住んでる人の装飾だったり、出てくる敵だったり。一方でこのゲーム4つの時代で雰囲気似すぎてるんですよね。現代で森だったところは他の3時代でも普通に森だし、氷雪地帯だったところは普通に氷雪地帯だし、住んでる人も大して差ないし、魔法の街は魔法感薄いし、再建中の時代の街もスラム街感あんまなくて割と前向きに暮らしてるし、タイムトラベル感っていう側面では感じるシーンは一応あって、例えば今の時代で廃屋だったのが、実は過去の時代でキーパーソンが住んでいたのが明らかになるとか、過去の時代で障害物になっている杭を除去した結果、現代の障害物も消えて進めるようになったとかっていうのはあるっちゃあるんですが、それでもそのタイムトラベルの対象が令和と昭和と明治と江戸時代みたいな感じで、タイムトラベルものなんだったらもっとガラッと違う世界旅させてよっていう不満もあり、で、クロノトリガーと比べて時代間のコントラストが薄いことをあのチームが認識してないわけないと思っていて、一重にコスト制約でこういうことになってるんだろうなと。真実はともあれ私はそう思ったのでコスト圧力を感じた。もっとちゃんと言うとコスト圧力を感じて、そこが邪魔して少し冷めるシーンがあった。生地側がインディー作品に近い雰囲気なので、それ以外の部分ではスクエニがこういうの出すと豪華だな、違うな感を味わいたかった。これが合わなかったポイントの一つ目です。合わなかった点二つ目、このゲームをやる理由にあたるすげえいいっていう要素を見出せなかった点です。今挙げたコスト圧力っていう点と次のセクションで話すことは減点要素なんですけれども、一方ででかい加点要素を見つけられなかったっていうのが二つ目の合わなかった点です。例えば同じ浅野さんチーム作品のブレイブリーデフォルトって行動回数を貯めたり一気に消費するブレイブ&デフォルトのシステムがマジでスーパーウルトラ超神面白システムなのと、ストーリー後半で劇的な転換点があってそこも超おもろかった。で、オクトラの時はそもそも HD2D っていう表現技法そのものに新規性があった。娯楽あふれる中であえてそのゲームをプレイする理由になっていたと思います。で、トライアングルストラテジーは新規性っていう話だとちょっとあれですけど、あえて肯定的に捉えるんだったらシミュレーション RPG っていう今ほぼ死滅してる領域でタクティクスオーガみたいな選択肢によって大幅にストーリー展開が変わる形式のゲームを出すっていうのが、新規性とまでは言わないけど希少性は高いゲームだったなと思います。タクティクスオーガライクのシミュレーション RPG が好きな市場が入ってるかもしんないけど、一方でこのエリオットはどうなのかっていうと、まず要素として目新しい要素っていうのは私は見つけられてないです。じゃあ各要素で既存のゲームを上回ってる要素があるかっていう話、サミダレでどんどん上げるんですけど、まずビジュアル表現、特にオクトラとかライブアライブなどの HD2D と比べて今回の HD2D 要素すげーって思った要素はありません。一個トピックとして挙げるんだったら、今回会話パートの時にドットに加えてイラストが表示されるようになったんですけど、私これあんま合わなくて、ドットとイラストどっち見りゃいいんだろうって散漫になっちゃいました。個人的にはドットを使うんだったらドットで喜んだり切れる動きで完結してほしい。会話パート中左下にいる姫とか妖精が会話に応じてちょいちょい反応するのは可愛くて好きだったんですけど、話者のイラストの方はこれがあることによって明確にうわいいわって思えなかったので、既存のゲームから進化してる要素とは思えず。次、バトル。基本的なシステムは概要パートで言った通りほんとオーソドックスで、その上にヒットストップがバカ気持ちいいとか、ブレイブリーデフォルトのアビリティみたく高レアリティの魔石がぶっ壊れ効果で面白いとか、そういう大幅なワクワク要素はない。バトルギミック的にもほんと勝手知ったるで、例えばこっちを吸い込んでくるボスに対して爆
爆弾を吸い込ませることで爆発させてダウン取ってその間に殴りまくれとか、もうそういう文脈ってゲームあるあるじゃないですか。斬新さを覚えるシーンはありませんでした。それとダンジョンギミック、例えば知恵の借り物のギミックって遠隔地にある宝箱を取るのにベッドで階段作って渡るとか、トランポリンで跳ねるとか、床ビュンで魔法の絨毯みたく飛んでくとか、一つのギミックに対して正解がいくつかあるから自分で考えた感とかグリッチ感、なんかズルしてやったぞ感があって面白いんですけど、本作のギミックって基本的に遠隔地にある宝箱取りたければ妖精の引き寄せスキルだし、火つける台座だったら妖精の火のスキルだし、正解がおおむね一つだけ。あとギミックが尻上がりにむずくなったり派手になるっていうのもなくて、最終盤のダンジョンで習得したスキルが潜水だった時、いやもうちょいあるだろ最終盤ならさ、ワープとか時を止めるとかさって思っちゃいました。あとダンジョンギミックだけじゃなくてマップの探索要素も微妙で、例えば4つの時代の各森はシンプルに森で、時代に応じたギミックがあるわけではなくて、地形が間違い探しみたくちょっとずつ変わってるだけ。だから探索というより迷路を溶かされてる感じであんまりワクワクするものではありませんでした。本作開発中に知恵の借り物とかまだ世に出てなかった頃だと思いますし、会社としてのノウハウの差もあると思うので比較は酷なのかもしれませんけど、ダンジョンやマップギミックの率直な感想としては知恵の借り物に軍配が上がる印象でした。というわけで総じて確かにスクエニ風×ゼルダっていう掛け算で言えば目新しさはあるものの、要素がちょっとずつこれ目当てだったらあっちのゲームやるよなって感じだったんで、あえてエリオットをプレイする理由を一言でって問われた時に言いよどむ感じです。合わなかった点2点目は以上で、3点目、これが一番きつかったんですが、ストーリーが面白くない。クロノトリガーの序盤のあらすじを言うと、現代に時を超えるゲートが現れてヒロインが追っかけちゃって、勢いで追っかけたらそこは中世時代。そこでは中世時代の姫も行方不明だったんですけど、ヒロインがたまたま姫と似ていたのもあってガチの方の姫の探索が打ち切られちゃって、でやべえこのままだと歴史が変わっちゃうってので、謎のカエルと共に化け物からガチの姫を助けて、めでたしめでたしと思って現代に戻ったら、今度はヒロインを連れ回した罪で捕まって死刑になりかける。で実は死刑の主導者は中世で倒した化け物の子孫が復讐のためになりすましていた大臣だった。辛くも逃げ出す中で未来にワープしちゃったら、なんとそこは生物がほぼ死に絶えた世界だった。なんで現代と未来の間に一体何があったの？以上。おもろくない？多少無理やりでハイスピードなところがあってもドット絵だし、いい意味で描画が省けるので面白さ重視でグイグイいっちゃってた感じ。対して本作の序盤のあらすじ、ヒカルド王から遺跡調査の依頼を受けたエリオット、遺跡の最深部には未知の魔法遺物があったと思ったら、冒険家の一団が霧の遺跡で魔物に襲われたっていう知らせがあって、一旦霧の遺跡へ。霧の遺跡では友人のオリバーの死を目の当たりに、遺跡の最深部では鍵と古文書を発見。城に持ち帰ったら時の扉の存在が判明。それを聞いた大臣が独断で時の扉を開けて中に入っちゃう。このままだと大臣が歴史を変えちゃう。何をするか知らんけど、エリオットは大臣を追って時の扉に入る。そこは数百年前の再建の時代だった。で聞き込みをすると、大臣は北に行ったらしいので向かうと、そこに大臣はいたんだけど新たな力を得ていたらしく、エリオットは負けた。そこで妖精と出会い死の淵から生還するっていう感じ。完全に私の好みでこれから話しますけど、最初に未知の魔法遺物見つけたら、冒険家なんだったら好奇心に身を任せて魔法遺物とっとといじって何か起きてほしいし、友人のオリバーの死に明け暮れてるけど、オリバー数カット前に1回出てきただけだから何も思わないし、鍵と古文書を得た後にいちいち城に持ち帰って鑑定を頼んだり王に依頼を受けるのもなんか冒険家っぽくなくてテンポも微妙だし、大臣が時を超えて何をしたいのか分かんないから追いかける動機がなんかヤバそうぐらいでしかないし、追った先の時代で特に大臣まだ何もしてないし、その時代でもヒロインとの通信は維持されてるからあんま緊張感ないし、街で聞き込みして北に行ったかもって情報を仕入れて北に行って大臣に会うっていう過程もなんか味気ないし、切りないんでやめますが、こんな感じでストーリーはことごとく合いませんでした。全般渡った先の時代でなんかほっとくとやばい事件が起きてるわけじゃなくて、結果的にただただエリオットが聞き込み調査して終わる感じなのも起伏の弱さに繋がっていて、聞き込み調査で終わっちゃうから、例えばクロノトリガーであったイベント、ある時代にロボットが残って、でそこで何百年と土地を耕し続けて、で未来に行ったら元々何もなかった土地に広大な森とボロボロになったロボットが安置されていたなんてバカエモい改変イベントも起きない。ここがすごくもったいない。プロットだけではなくて演出面も個人的にはやや合わなくて、例えば中盤で姫が色々あって氷漬けになるシーンがあるんですけど、エリオット目線、城に帰ったらもうすでに姫凍ってるんですよね。凍ってるみたいな。で大変なことになっちまったと思ったら姫が氷漬け越しに話しかけてきて、まだ大丈夫的な、大丈夫なんかいっていう、さすがに氷漬けになる瞬間ぐらいは悲劇的なシーンなんだからイベントシーン流せよって私は思いました。ただ演出面については語りすぎない美しさもあると思っていて、特に HD2D っていうクラシックなスタイルだとそういうのも肯定されるのかなと思うので、演出面については強いトーンで批判する意図はないんですけど、一方でストーリーについては好みの範疇を超えてさすがにだいぶ怪しくねって思っちゃいました。別にオクトラだって例えばプリムロゼ編、父を倒した奴らへの復讐を果たすための手がかりを求めて歓楽街の踊り子に身をやつして、でとうとう手がかりになるカラスの入れ墨を発見。
雇用主殺して旅に出るっていうあらすじ十分引き合ったし面白かったんだけどな。エンディングが分岐するのは順当に面白かったし、私も見事に最初バッドエンドだったんですが、道中ももっとワクワクするストーリーでタイムトラベルをしたかったです。以上、コスト圧力を感じて没入しきれず、めっちゃいいっていう要素を見出せず、ストーリーは面白くない、合わなかった点のご紹介でした。なので私の結論としては、ここまで流した映像通りのゲーム体験ではあるので、そこに価値を見出すんだったら買ってもいいと思うんですが、この映像以上の匂いも味も見出せなかったし、この映像からパッとは感じ取れないストーリーとかステージギミックとかそういうところの印象も良くなかったので、積極的におすすめはできないという感じです。念押しするんですけど、作品に恨みはないです。これがバグだらけとかバランス調整もできてないとかだと、なんでこんなもんフルプライスでつかまされるんだ、みんな絶対買うなっていう怒りを交えたレビューになるんですけど、浅野さんチームの作品はとにかくどれも丁寧なので、その点はリスペクトしています。ましてや本作を楽しめた人をディスる意図も一切ありません。ただ今回は荒い部分も含めてノスタルジーな感じを楽しむっていう言葉にも入れがたいなと思ったので、一個人の感想として共有しました。皆さんの感想もぜひお聞かせください。私の感想への賛同でも、自分はこういうとこ面白かったがでも歓迎です。今後も新作ゲームプレイして面白かったやつもって思ったやつも紹介していきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒お次なし。